今日は素のでテンポを指定する BPM のスタイルについて解説していくよ。最初に素のの新 UI の話をするね。新しい機能はほとんどないんだけど、スタイルをランダムで選べるようになった。これは個人的に結構嬉しい変更点だね。スマホ版では前からできたんだけど、まあ私は PC 派だから今更喜ぶよ。例えばスタイル欄にコトと入れてからランダムを使うと関連のスタイルが出てくる。ジャパニーズトラディショナルとか琵琶、太鼓、三味線が出てきたね。ただここに表示されるスタイルは自分または他人が入力したスタイルだよ。だから効果のないものも普通に出てくる。例えば琵琶は効果ないからね。だから使用の際は注意が必要だけど役に立つ機能だとは思うよ。そう、それでこの機能を使っていたら BPM140 のスタイルが出てきたんだ。素ので BPM 指定しても効果はない。今まで私はそう思ってたんだけど、今の私の知識で改めて検証してみたらそれなりに効果はあることが分かったよ。ということで今日のテーマは素ので BPM 指定はできるのかだよ。素のは基本的に単語の意味を理解できない。 BPM とは何かも理解していないはずだよ。だから 120BPM とスタイルを入れたら 120BPM と説明のある曲を学習元にする。 119BPM とスタイルを入れたら 119BPM と説明のある曲を学習元にするよ。そして素のは学習元が多いほど効果が強い。学習元が少ないと効果が出ない性質がある。この結果どんなことが起きたかというと、 120BPM は効果あり、 119BPM は効果なし、 118BPM は効果あり、 117BPM は効果なし。とんでもないことになってるんだ。つまり素ので BPM を指定できるかどうかは指定する数値によるが答えになるよ。だからつまり効果を検証するには全ての数値を試さないといけないね。とりあえず 50BPM から 150BPM まで計101個のスタイルを全部調べてみたよ。長く厳しい戦いだった。でも予想通りの結果が出たから満足したよ。調査した結果一番効果が高いのは 120BPM だということが分かったよ。どの程度の効果があるのか、ここで実例を聞いてもらおうかな。メトロノーム音を用意してみたよ。このピッピッの音は BPM120 で鳴っている。 BGM は 120BPM のスタイルで作ったよ。リズムがきれいに一致しているね。じゃあこのメトロノームの音を鳴らしつつ 120BPM のスタイルで作った曲を流すよ。いろいろなスタイルを混ぜてみるけど最後までメトロノームの音と合うかな。街を行けば風が歌う、いろいろなテンポで踊っている。踏み鳴らすリズムは自由だ、心はもう止まらない。朝日の音に耳を澄まし、影が踊る昼下がり。遅いビートも速いことどもみんな混ざり合うのさ。いろいろなテンポで生きる、速くても遅くてもいい。君のリズムそのままで自由な世界を刻もう。街を歩けば風が歌う、いろいろなテンポで踊ってる。踏み鳴らすリズムは自由だ、心はもう止まらない。朝日の音に耳を澄まし、影が踊る昼下がり。遅いビートも速い鼓動もみんな混ざり合うのさ。いろいろなテンポで生きる、速くても遅くてもいい。君のリズムそのままで自由な世界を刻もう。一定間隔のメトロノーム音と
全ての曲のリズムが一致したね。 120bpm は曲を BPM120 にする。これはとんでもなく強い効果だよ。いろいろなスタイルで50曲生成したら50曲全部 BPM120 になるレベルの強さなんだ。ただ厄介なことに曲調を変える効果も強い。 BPM120 とかけ離れたジャンルと混ぜると元のジャンルを無視して全然別の曲を作るよ。そのくらい効果が強いってことだね。また他のスタイルを大量に入れて 120bpm の曲調を消そうとすると BPM120 にする効果も薄れてしまって115から125くらいまでばらつきが出てしまう。この辺は他のスタイルの性質と同じだね。効果を与えようとすると曲調も変わる。そして非常に残念なんだけどここまで強い効果なのは 120bpm だけだよ。 BPM ってのはビートパーミニットのこと。1分間に何回手拍子するかってことだよ。つまり BPM120 は1分間に120回1秒間に2回手拍子するってことだね。単位が分だから BPM120 のように60で割り切れる数値は都合がいいんだ。だから音楽界隈で BPM120 は標準的な BPM として多用されているよ。 120bpm だけ異常に効果が強いのはこの数値が音楽の基準になっているからだね。ちなみに他の数値も効果がないわけじゃない。時点で強いのは 100bpm、110bpm、130bpm、140bpm の4個。この4個も BPM を指定する効果はあるよ。ただ他のスタイルと混ぜると多少 BPM が前後にずれることも多いね。ぴったりテンポを揃えることはできない。でも近いテンポにすることはできる感じかな。90bpm 以下や 150bpm 以上は指定した BPM にする効果はほとんどない。でも入れる数値によっては特定の曲調に変える効果は出るよ。傾向としては下表の通りになる。その BPM 帯の有名なジャンル風になるね。でも数値によっては効果ゼロの場合もあるし全然違う効果が出る場合もあるよ。どの数値にどんな効果があるのかは実際に使わないとわからないので実用的に使うのはちょっと無理だね。珍しい効果が出るわけでもないしここまで紹介してきたスタイルを実際に使うとどうなるか聞いてみようか。いろいろなテンポで生きる。早くても遅くてもいい。君のリズムそのままで自由な世界を刻もう。いろいろなテンポで生きる。早くても遅くてもいい。君のリズムそのままで自由な世界もBPM スタイルのいろいろな効果が曲に与える影響を聞いてもらったよ。最後に実例で聞いてもらったけど 120bpm と BPM120 は別のスタイルだよ。そして大文字の 120bpm と BPM120 これももちろん別のスタイルになる。だからその完璧に検証するのなら全部の表記&全部の数値を調べることになる。さすがに400個調べるのはやだ。すごい暇になったらやるよ。一応120の場合はどうなるか調べてみて。小文字 120bpm の効果が圧倒的に高かった。だから数値小文字 bpm の表記が一番良いと踏んで今回はこの表記の効果を徹底的に調べたよ。今回のスタイルは役に立つかと言われるとあまり実用的ではないと思うけどスノのプロンプトの表記方法や学習元の概念を学ぶには良い題材だと思う。BPM スタイルは BPM を変える効果はないのに
曲調だけは変えてしまうことも多いから、不用意に入れるのはおすすめしないよ。全く別の曲になっちゃう危険もある。それじゃまたね。